新たに殺された。総理大臣秘書官と官房副長官のうち、田原はまず、総理大臣秘書官とは、どういうものなのか調べた。内閣総理大臣秘書官は、計8人いる。今回、そのうちの一人が、惨殺されたわけだ。内閣総理大臣秘書官の役割は、内閣総理大臣に、常に付き従って、機密に関する事務を取り扱い、また内閣総理大臣の臨時の命令により、内閣官房その他、関係各部局の事務を助ける役職である。内閣法では、内閣総理大臣に付属する秘書官と称されている。首相の命令を受けて、政権の重要政策や政府各部門の調整をしたり、首相と共に長い間永田町で仕事をしてきた。実績や人脈を生かして、首相と与党、時によっては野党との密かな連絡調整役となったりするなど、多岐にわたる。また、与党政治家との会合や週末の遊説など、首相の政治案件にも同行する。また、各省庁と首相官邸の連絡役として、首相演説の遂行や、国会答弁の調整、政権の重要政策に関する立案、調整などを行う。総理大臣秘書官は、総理大臣の信頼の厚い人物が選ばれる。そして首相に対して大きな影響力を持つと言われる。内閣のブレーンとしての役割を担うこともある。報道において、首相周辺という表現があるとき、これはもっぱら首相秘書官の意味であり、非公式な場面でのオフレコ発言をした場合に用いられる。次に田原は、官房副長官について調べてみた。
官房副長官については、こうだった。内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命令を受けて、内閣官房の事務を司る。内閣官房副長官は、首相、内閣官房長官とともに、内政、外交全般を担当する。内政では、重要事項の企画立案や、省庁間の調整を行う。また、首相の外遊の際には同行し、首脳会談後の同行記者団への説明や、首相への助言を行う。特に、国会と首相官邸の連絡役として、円滑な国会運営を調整するといった役目がある。省庁に対しても、大きな影響力を持っている。閣議に陪席し、与党や国会やマスコミと、内閣との連絡調整を、主な任務としている。また、内閣に上がってくる問題に関して、省庁間の意思の調整を図り、省庁にまたがる案件について、取りまとめる役割がある。ちなみに、新聞などで、政府筋の発言とされる場合、官房副長官を指すことが多い。そして、内閣人事局長は、内閣官房副長官の中から選ばれる。国土交通省、千代田区霞が関。経済産業省、千代田区霞が関。国会議事堂、与党本部。千代田区永田町。田原と吉岡は、この住所を何度も訪れて、聞き込みを続けた。役所の人間は、皆、礼儀正しく、協力的に見える。だがいつも、手がかりになるような話は、何も出てこない。その理由が、田原と吉岡にも、分かってきた。口は災いのもとという。うかつなことを言って、後で取り返しがつかなくなることだ。彼らはそれを恐れている。つまりここでは、余計なことを言って、後で吊るし上げを食った人間が、これまでに何人もいた。ということのようだった。権力を守るとは、確かに。
そういうことなのかもしれない。だが、今の田原と吉岡にとっては、それでは困るのだ。事件を解決するために、知らなければならないのは、おそらく、権力の側が、隠したがっている部分だ。このままでは、埒が明かない。しかし脅しをかけるような、真似はできない。そんなことをすれば、これらの役所にいる数千名に、警戒心を持たれてしまうかもしれない。では、どうする？ある日、見知らぬ男が、田原に近づいてきた。この建物に勤めている役人らしい。少し話を聞いてもらっていいですか？と、男が言った。男が何を話したいのか、わからないが。ええ、ぜひ、と、田原は言った。話を聞くのは構わない。どうせ自分は、そのために、ここに来ている。しかし、殺人事件の解決に、つながるような話は、まだ何も、聞けていない。男が言った。今の内閣は、庶民の人権を、無視した政策を、実施しています。そして、マスメディアに対する、事実上の、言論弾圧までしている。つまり、今の内閣は、悪事を働いて、それを隠している。ということです。田原は黙って聞いた。殺された3人は、総理大臣の忠実な手足であり、手先でした。総理大臣が悪事を働くための、進言もしていたはずです。彼らは、総理大臣の意向のためなら、人権無視など平気でやるし、マスメディアに対する言論弾圧など厭わない。それを見ている我々としては、なんとか止めるべきだが、そうもいかなかった。内閣は民意によって選ばれていますからね。たとえ庶民を騙して選ばれたとしてもです。庶民が自分たちが騙されていることに
気がつけなければ、どうしようもない。しかし、今の政治権力は、マスメディアに圧力をかけて、マスメディアを黙らせてしまっている。マスメディアが黙らされてしまったら、庶民はどうしようもない。庶民は自分たちが騙されていることに気づくことができません。こういう場合、どうしたらいいのか。それを考えて、答えを出せずにいる役人が、ここには大勢いるんです。それだけ言って、男は立ち去った。男は名乗らなかった。再生リスト24に続きます。